今日は鹿児島に来てます。こんにちは皆さん、時丸です。飛行機到着して、そこからバスで40分。東京からトータル3時間ぐらい。いつぶりだろうって感じなんですけど、結構ね、バス混んでたね、むちゃくちゃ。うん。で、ちょっと不便なんだよね。駅からっていうか街から空港まで少し鹿児島離れてるんですよ。むちゃくちゃ天気良くて、ちょうど夕方のフライトだったんですけど、で、この旅がどういう旅になるか、この時点では全く分かっていません。これ何回言ってるんだって話ですけど、いつもそれしかね、私の旅の Vlog の時は言ってないんですけどね。本当にね、この旅がどうなるか分かってない。まあでも今回は、取材と、旧友たちとの再会っていう、まあそういう目的です、一応。で、明日、本格的にみんなと合流するんですけど、まあちょっと前入りしてる感じで、今日はね、一人で、明日はちょっとみんなと泊まるんですけど、今日は一人で、ビジネスホテルに泊まります。なんてことないビジネスホテルです。名前さえ知らない。名前は、ホテル大西アネックスっていうらしいです。はい。駅からすごく近くて、近いホテルです。でね、今日はね、もうこの後何も予定なくて、で、一応こうサウナと温泉かどうかわかんないけど、大浴場あるんで、風呂入ろうかなって思ってますね。で、せっかくなんで、このなんてこともないホテルをルームツアーしたいと思います。ルームツアーと旅の持ち物を紹介したいと思います、今日は。ちょうどね、うちのホワイトボックスと同じくらいかな。よりも若干狭いかもしれない、もしかしたら。でも雰囲気は近くて全然暮らせますね。大きな窓がボーンって一つここにあって。いい感じのワンルームです。それでは行ってみましょうか。入り口から。なんてことないでしょ。本当に。まあよくある感じですよね。で、もう紹介、するところがないね。すべてですっていう感じ。このね、電気がどうやってつけるのか。なんかね、電気が完全についてないんだよね。これか。何の電気かわかんないけども。はい。暖色系の、セミダブルのベッドですね。うちの床で寝るのに比べたらむちゃくちゃ調子いいんじゃないかな。これは。で、なかなかこの角がいいですね、結構ね、この角が。グレーのクロスが張っていて、で、このなんか左は白っていうね、感じになってます。なんかね、ちょっと古いけども、なんか僕はでもこれくらいの感じが好きですね。
うん。よくほら、入ったらいきなりテレビがついて自動的になんかガチャガチャ広告始まるみたいなものが割と最近のホテルの主流ですけども、ここは入った瞬間に全くね、そのテレビ関係がつかないんですよ。つかなかったんですよね。だからまあ自分でつけないとテレビつかないって感じ。だから結構静かで、うん、いいかもしんないです。すごく。はい。で、まあ、パジャマ付きで、で、この、なんかこう、枕元のね、このランプも一発で結構いいっすね。で、ちゃんとこうディフュージングされてて、で、上と下にっていう感じで、うん。なんかもう余計なものがない。この一角は。とにかく、うん、この辺気に入ってますね。結構好きですね。なんかちょっとまあクロスの痛みはあるけど、まあそういうのは、僕はそんな気にしないです。で、ハンガーかけるところがあって、スリッパが一つと。で、空気清浄機がついていて、で、冷蔵庫。これ、私の家にあるサイズですね。うん。全く同じな感じだ。うん。で、空気清浄機あるのはいいね。この狭さで。で、一応ね、お茶。そしてドライヤー。ドライヤーもなんか袋に入ってなくてそのまま剥き出し。うん。愛の剥き出しって感じで、これは私好みです。よくね、ドライヤー隠されてるんですけどね。でもね、剥き出しにしてくれてて、うん、結構好きですね。で、こう窓があって、で、こう鏡があると。うん。で、まあ景色はなんてことのない、多分逆側が大通りになっていて、これ裏側なんですよね。で、駐車場見えて。で、川が見えますね。あそこに。で、そろそろ夜になりそうな感じの、うん、夕暮れです。で、テーブルトップに関しては、この電話もいいですね、クラシックで。うん。結構クラシックですよね。日立のビジネステレフォンっていうね。これはすごいクラシックです。うん。好きですね。なんか90年代の香りがしますね、これは。うん。いいんじゃないでしょうか。すごく。で、あとはまあ、特に何も変わったことはなく。で、Wi-Fi と、うん、なんかそういうものがついてると。はい、そんな感じ。一応バスルーム見ときますか。で、まあ一応大浴場があるので、多分私はこのバスルームを使うことはないんでしょうけど。おー、お、これは新しいね。この洗濯バサミ、この洗濯干しっていうか、これかなり時丸田中合わせじゃないですかね。私今回ものすごく服持ってきてないんで、これで洗濯してくださいっていう感じが用意されてますね。これバレてるか。時丸田中来たことバレてるかもしれない、これ。これ、初めて見ました。なかなかないですよね。こういうのね。うん。一応ウォシュレットか。うん。一応ウォシュレットですね。drinkable。うん。飲料水 drinkable で。うん。鹿児島の美味しい水が飲めるのかな。うん。こんな感じです。はい。
ルームツアー以上。はい、じゃあ続いて持ち物紹介行きましょうか。今回はね、意外とね、持ってきてますね。ざっくり紹介していきます。まず、ジャケット。結構寒かったんで、鹿児島、あったかいかなと思ったらね、意外とね、10度くらいなんですよ。で、東京とそんな変わんないんで、防寒用に、ちょっと夜出歩くことがあるかもしれないんで、ジャケット持ってきてます。一つ。で、あとは、もうなんか過去に紹介してるっていうか、いつもの感じですね。時丸田中の、ミニマル旅セットって感じで。ちょっと、もう一回全部出しちゃうか。はい。以上です。で、この、サイドポケットには、ジップウォレットとかバッテリー、カメラの交換用のバッテリー入れてます。あとあれか、文庫本か。はい、こんな感じです。結構ね、3泊4日です、今回は。で、まず衣類から、ショーツ持ってきてます。ちょっとヨガやるかなっていうのと、ちょっと走るかもしれないなってのあって、持ってきてます。で、他衣類はあとこれだけですね。この中に、T シャツと、一応見るか。替えの T シャツと、下着ですね。はい。ちょっと半端だけど、替えの T シャツと下着入れてます。で、あとは、これが食料。200以上になるとね、私こうやって、いつも家で食べてるものを持ってきてますね。で、豆乳とかそういうのは現地で調達して、朝食べます。で、なかなか旅先で、やっぱりその朝食が困るんですよね。なんかホテルの朝食もそんなに、食べれないものが多いっていうか、あんまりそんなにしっかり食べなくていいんで、自分の場合は。なんで、オートミールとね、ああいうナッツとかを入れてます。で、あとは CBD。これはちょっと持ってきてますね。で、保湿剤、ティッシュ。で、今読んでる本、文庫本。むちゃくちゃ面白い。なんか今、途中で飛行機の中でずっと読んできたんですけど。で、あとはモバイルバッテリーと、モバイルバッテリー兼、アダプターって感じ。と、ケーブルですね。で、これが歯ブラシとかそういう洗面系のものです。いつもの、最近のラインナップ。はい。こんな感じ。日焼け止めと歯ブラシとフロスって感じです。で、これはサプリとかそういうのが入ってます。なかなかね、飲んでるサプリが多いんでね、怪しいっすよね。あとはいつものエマージェンシーキットですね。はい。いつものエマージェンシーキット。なんか頭痛薬とかちょっと入れて、で、あとはサプリ入れてます。飲む用の。で、新しく加わったのがこれですね。抹茶。怪しい緑の粉なんですけども、抹茶です。
抹茶をね、ちょっとね、旅行中も立てたいなと思って、小分けにして今回持ってきてます。はい、以上、そんな感じ。ざっくりですが、今回の旅の荷物です。なんか今回は、極端にその持ち物をなるべく少なくするっていうよりかは、普段の生活をそのまま持ち運ぶみたいなコンセプトにしてみましたね。過去に何度かその旅中のパッキングとか持ち物動画上げてるんですけど、だからなんかそのやっぱ気分によって毎回僕の場合は変えてるんですよね。なんかいつもそのカリカリに物を最小限にして削るっていうことをやりたいときはそれをやるんですけど、なんかそういう気分じゃないときは割と家のものをそのまま持っていくって感じです。なんかそっちの方が多くなってるかな最近は。これまではやっぱりその、特に1泊2日とかだと、今でもその手ぶらで行ったりはするんですけど、200以上になるとね、やっぱりなんかこう自分のルーティーンみたいなものを旅の中でもやるみたいな。それがね、心地よくなってるんですよね。あとそのどこでも自分の場合はその仕事ができてしまうっていうのがあるんで、やろうと思えばその食事とかその持ち物とかもそのまま同じ環境でねやるっていう感じです。で PC を、今回持ってきてないんですけど、大体僕 PC はそれでもなかなか持っていかないんですけど、1週間以上とかかな多分長さ的には。だから1週間以上の旅になると PC 必要だなっていう感じにはなるんですけど、4日間ぐらいであればね、全然スマホだけで来ちゃいますね。はい。ある程度家のものをそのまま持ってくるのでもパッキングはむちゃくちゃ早くて、だから今うちにあるものをそのまま全て詰めてるだけなんで、なんかね迷いがないんですよね。そのワンカテゴリーワンアイテムっていう話を、過去によくしてるんですけど、一つのカテゴリーにつき1種類しか持たないって。例えばその歯磨き粉、トゥースペーストとか、ああいうこう日焼け止めとかもそうですけど、なんかたくさんあるとそのうちでどれを持っていこうかなっていうふうに悩んじゃうんですよね。だからそれを避けるようにしていて、なんで今うちの家にはもう何もないです。もう持ってきてるんで、生活用品を。だから例えば机の上とかそのバスルームとかに置いてるものをそのままごそっと入れて持っていく。でなんならその今使ってるこのバックパックにさっきのなんかエマージェンシーキットとかポーチとかそういうものは全て常に入れた状態にしてるんで、だからあと追加でそういうふうなちょっと洗面系のものとか、あとは普段東京でも使ってるそのちょっとガジェット系とか機材系のものを詰めるだけっていう感じにしてますね。そんな感じです。この旅が本当にどういう旅になるのかこの時点で全く分かってません。でどういう動画になるのかも分かっていないし、でちょっとこう Vlog っぽいのも出そうかなっていうか、Vlog っぽいのもちょっと撮ろうかなみたいな気持ちもあるんですけど、何せその動きがね全くこう分からないので、ものすごくブレブレのねブレブレのしょうもないブログになりそうだなっていう気はしてます。はい。なのでその素材によっては難しいかもしれないです。はい。なのでこの時点では全く分かっていない。もし素材的に何かいいのが取れてるんだったら、この次はちょっと旅の様子を皆さんにお伝えできるかなとは思うんですけど、ただね本当にもうこの旅がどうなるか全く読めないので、
湯畑がないっていうことだけが救いですね。はい。前回はもう草津温泉に行っていて、もう湯畑だけ、見てる感じだったんで、どう歩いても湯畑にたどり着いたんですよね、あの時はね。で、鹿児島は、さすがにそんなことはないだろうと思うんで、土地も広いしね、いろんなお店あるしね。で、結構今お腹空いてきてて、今日これからどうしようかなって感じではあるんですけど、何せ全く何も決まってないんで、本当に久々なんですよね。前回に来たのがもう4年前とかかな、鹿児島は。で、その時は霧島の方に宿泊したので、こっち側の市内の方来てないんですよね。鹿児島市の方は。だから、それを考えるとむちゃくちゃこの市内は久々かもしれない。もしかしたら学生以来かもしれないな。学生以来かもしれないです。だから本当にもう10年ぶりとか15年、15、6年ぶりとか下手したら。だからものすごく楽しみではあるんですけど、で、ちょっと何も決まってないこのワクワク感っていうのがあります、本当に。鹿児島に来たことがある方、あるいは鹿児島から見てくださってる方いたら、おすすめ教えてください。でもそのおすすめのコメントを見る間には僕はもう鹿児島にはいないんですけどね。晩ご飯行ってきます。また。